オンラインミーティング最近増えてますよね。どうです？使い方も分からなかったんですけど、今はちょっとずつ慣れてきました。弊社大企業なんで Teams です。紙に書いて写真撮ってみんなに共有してたんです。誰もコメントしてくれませんでした。はい、朝なじゃダメなんですか？見にくい。やっぱりこの日本人に合ったこの直感的な見え方、業務を効率化させたりチームビルディングのところですごく使えるツール。こんにちは。株式会社フライフの大滝とシンボリと浅沼です。今日はですね、先生と生徒っていうことでいろんな IT ツールをご紹介していくような企画をやっておりまして、その名もフライフクラスルームっていう新しい企画をやってるんですけど、今日は特別講師を用意をしております。今日の先生、こちらの方です。いやいや、ショック。ひとしかな。今日はどんな状況の人にこの動画を見てもらいたいかっていうと、まず一つ目がオンラインミーティングが多くなって対面よりニュアンスが伝わりづらいなっていう風に思っているような情報システムの部長さん、クライアントプロジェクトや社内プロジェクトのタスクが多すぎてわたわたしちゃってる現場の担当者、僕です。そして浅沼さんの出番です。これを解決する IT ツールを探しているような経営企画部、情報システム部みたいな人たちに届けたいというふうに思っております。では早速特別講師の新堀先生、はい、よろしくお願いします。お願いします。もしフライフに調査してほしい IT ツールやこういう IT ツール使いたいんだけどどう思うみたいなのがありましたらコメントしてください。はい、そしたら今日は君たちに2つを伝授しようかなと思っておりますのでオラオラ系ねよろしくお願いします。お願いします。まずはオンラインミーティング最近増えてますよね。どうです？お二人。初めは緊張してましたけど使い方も分からなかったんですけど、今はちょっとずつ慣れてきました。ズームですか？ミートです。ミートですか。なるほど。あと弊社大企業なんで Teams です。Teams 来ましたね。Teams ですなるほど。浅沼部長はオンラインミーティングどうですか？ウェブでやるときはZoom を使いますけれども、現地での打ち合わせも結構あるので、そういうときはもう何も使わずじゃないですけど、紙とか Excel とかメモ帳とかにこう話してる内容をメモしてみたいな形で打ち合わせしてますね。みんなは何を見てるんですか？参加者5人いたときにみんな何を見て打ち合わせしてるんですか？将来です。将来のビジョンを見てます。ちょっともうよくわからないから浅沼部長いかがですか？資料だったら紙をこう事前に印刷してきて回してみているとか、またはExcel とかシステムの画面とかどうしてもこう画面を見せなきゃいけない時とかも現地の、ディスプレイとかに HDMI つないで見せたりとかをしてますね。それ以外はもうオンラインともう Zoom 使ってるので画面共有で見せているような感じですね。なるほど。そんな時に我々が使ってる Web とか、現地でも使ってますけど使ってるツールがミロっていうツールですね。ココア味のミロっつってね。はい。赤点。はい。で、ミロっていうツールがこちらなんですけど、オンラインホワイトボードでアイディア出しとかコラボ作業っていうのをスムーズに進行する。スムーズに進行するっていうツール。で、こんな課題ないですかっていう、今先ほどお話をしたとこにもあったと思うんですけど、リモート環境だとやり取りがうまくいかない。だから会社に来てみんなで対面でやるんだとか、打ち合わせが終わった結果この打ち合わせ何したんだっけ？何が決まったんだっけ？とか、あとはすごいクリエイティブな打ち合わせをしてる時とかに、みんな頭の中で考えてて、みんな想像が違って結果違ったみたいなことって起きてませんか？起きてるかどうかもわかんないかもしれないですね。なるほど。打ち合わせしたけど何が決まったんだっけとか、打ち合わせをすることに満足してません？浅沼部長。はい、してることもありますし、各々でこれが決まったなとかこうだったながみんな違うこと考えてるとか、そういうこともあるかもしれないです。最悪ですね。非効率の極みですね。ゲスではない。ではないかな。そんなお二人にミロなんですけど、ミロだと、イメージはホワイトボードがみんなの前にあって、そこの中でみんなでホワイトボードの中に書き込んだりとか、付箋を貼ったりとか、いろんな図形を置きながら、みんなでコラボレーションをしながら、感覚的、直感的に
打ち合わせを進めていきましょうっていうことができるツールがミロっていうツールになります。もう一回言いますね。ミロを見ろ。ミロを見ろ。で、じゃあフライクではどんな風に使ってるかっていうと、主に3つで使ってます。まずは社内ミーティングとか、なんか一人でブレストしたい時とかに使ってます。社内ミーティングだと、リアルタイムでアイディア出しする時にもみんなでそこに書き込んで、みんなで見ながらこれこういうことだよね、みたいな形で使ったりとか、あと一人ブレストにもいいですよね。自分で考えるときに、紙に書くのもすごい好きなんですけど、それをじゃあみんなに共有するときってまたスキャンして送るのかとか写真撮って送るのかっていうとちょっとなんか違うなって思うと、大滝くんどうぞ。スキャンがスキャンってことですか？ちょっと熊本っぽいですね。でけん。だからそう置いといて、一人でやるときもなんかミロ上に書いてみたりとかしながらあとみんなにそれを共有してアウトプットしたりとか、あとはリモートするときになんかホワイトボード使いたいなってなってもやっぱ家にホワイトボードないから、そういうときにホワイトボード感覚でミロの中でやったりとかっていうところで彦目使ってます。二つ目が、これ業務設計とか我々がやってるお仕事、プロジェクトですね。っていうときにやっぱお客さんの業務をヒアリングしたりとかしていくときに、やっぱりどうしてもお客さんはいろいろ伝えてくれるんですけど、お客さん目線だったらすごく自社の業務を伝えてるのに、我々が何も書いてなかったりとか、何も表現しなかったらこれ伝わってんのかなって思っちゃうシーンあるじゃないですか。だからその時にミロの中にお客さんの内容をまとめて自分たちで書いていて、これこういうことですよねってやっていくと、すごくお客さんがいい気持ちになったりとか。あとは、採用面談とかするときに、我々最終面談の前とかで、なんか人生を語るみたいなところがあるんですけど、その時にマインドマップを作って、その方の人生を書いていって、それに対してこういう期待値があるからこういうふうに一緒に働こうね、みたいなのを、これもやっぱり一緒にコラボレーションしながら話していけるみたいなところで、我々は使ってます。これが実際お客さんとヒアリングした時の業務フロー図をミロで書いてみたサンプルなので、ちょっとこれ興味のある方はぜひ見ていただいたりとか、これは大滝くんですかね、これは。僕です。大滝くんが一人合宿でブレストした時の内容をまとめてくれてて、これを共有をもらえるので、なるほどなって直感的に分かったりとか。はい、どうぞ。実はミロにする前紙に書いて、紙をスキャン、写真撮ってみんなに共有してたんですけど、誰もコメントしてくれませんでした。そうなんです。ミロにはコメント機能っていうのがあって、もらったものに対して、ここってピンポイントで、グンってやって。先生、言葉のレパートリー少なくないですか？それも良さということで。なるほど。コメント機能とかもあるので、ホワイトボードだと無理ですよね、紙とかだと。それを電子でコメントしてやり取りできる、コラボレーションできるっていうのもすごいポイントかなと思います。はい。はい。質問してもよろしいでしょうか？はい。紙でメモすることもすごいあるんですけど、紙だとなんでしょうね。紙を分けたりとかしたり、本みたいなノートだとページを分けたりして、この話はここに書いて、この話はここに書いてみたいなのを分けれると思うんですけど、ミロってそういうところってどうやって分けれるんですか？分けれます。こういうやつをいっぱい置いて、題名つけて、スン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 みたいな。もう使ってください。これはもう使ってください。使ってみろ。で、月1人16ドルで使えます。なので、ちょっとなんか使ってみて、あとは無料プランもあるので、なんか直感的にまずやってみていいなって思ったら、それで契約して、それこそ上質部長にね、承認がね、来て、これ契約したいですって言って管理ツール1個増えますけども、ぜひ契約をしていただきたい。無料版で、ちょっと現場の方に試してみろってことで伝えてみます。ちなみにですね。はい。ちなみにですね。僕は実はミロ好きなんですよ。無料版とその有料プランと、その上の有料プランがあって、うちは有料プランの左からの2個目、無料を普通のやつ、名前忘れたけどあって、これを使ってる理由がちゃんとあるんですけど、外部の人にも共有できるかどうかが違ってて、ボックスみたいに外部の人もコメントできるっていう機能が、その無料とその次のプランじゃないとできないんですね。全員が課金するんだったらその左のプランでいいけど、その社外の人にたくさん共有してだったら、その左から2個目のプランじゃないとできない。なので、フライクでは僕とシンボリさんだけそのプランにしてしまって、違うメンバーは共有をかけてる。なので、作れないんですよ、自分でボードを。っていうのがあります。先生、ありがとうございます。
じゃあこのツールがフライクになかったらみたいな話を最後にしようかなと思うんですけど、何が起きると思いますか？ホワイトボードを全員の近くに置く。まあ悪くないんじゃないですか。ただね、やっぱり月額この16ドルでできることが、設備代ですごくかかったりとか、あとはそこの部屋にいないと仕事ができないみたいな辛さはあるかなと思います。前提ちょっとみんなホワイトボード好きっすよね、まず。ホワイトボード好き。フライク社ホワイトボード好き。てかそういうホワイトボード好きな人こそミロいいかもしれないですよね。いいこと言った。アナログをデジタル化したようなのが、ミロじゃないですか、実質。いいこと言った。それが伝えたかった。ということで、まずはやっぱり社内ミーティングとか、一人ブレストっていうのがすごく非効率になって、もっとスピード感進めていけるものが、スピード感なかったりとか、それこそホワイトボードね、どうしよう、今日やめるかみたいな、っていうことにもなりかねないなと、フライクだったらですね。あとはやっぱり熱？やっぱりみんなで一個のところを共有して、みんなで語ってるっていう、すごい素敵な光景っていうのが、フライクからなくなってしまうと、熱が冷めるっていうか、いい感じにならなかったりとか、っていうところも出てくるなっていうところと、あとは採用面談で使ってるみたいな話をさっきしましたけど、これも面接って自己紹介をしてくださいとか、志望動機を教えてくださいって、もうクソつまんないじゃないですか。これを、このフライクではやっぱり一つの画面の中で聞きながら書いていくっていう、楽しい面接みたいなのもなくなってしまうなっていうところがあるなって思っております。質問タイム。質問です。はい。コメントはみんなで一緒にできるんですか？みんなで一緒にっていうのは同時に。ミロに同時に。はできます。それどういう風にロックかかってるんですか？コメントなんでロックないんじゃないですかね。LINE と一緒みたいな感じで。なるほど。パンって。みんなで。PDF とか写真で出力できるんですか？ PDF 出力できます。ちゃんと範囲を指定して、ピッてやったら、ピュッて出てきます。これもいいですよね。すごくいいと思います。ちなみに無料プランだったら画像の品質悪いからできないで。ああ。無料プランの場合。そっか、そうですね。で、先生が教えてくれてた。あったね、前。それ、汚ねえみたいな。それ結構きっかけじゃなかったですか、無料プラン。それと、セールスフォースのアイコンが無料で使えるみたいなやつで課金したけど全然使わなかった。コンポーネントみたいなやつですよね。そう。今日ご紹介している内容は、このホワイトペーパーやブログでもご紹介をしておりますので、ぜひチェックしてみてください。もう一個が、バックログ。聞いたことありますか？浅野なら。なるほど。浅沼部長はいかがですか？私もID ツールをやっぱ検討していく中で、今は浅名使っているんですけど。なんで？名前？浅名をずっと使っちゃってて。名前？名前じゃないですな。浅沼と浅名ね。浅名。で、浅名をずっと使ってたんですけど、もうやっぱ慣れちゃったっていうのがあって、今からバックログに移行するのをちょっと従業員に負担かなっていうので、迷ってるんですけどねって感じです。なるほど。バックログもご認識の通り、タスク管理ツールです。私、最近ちょっと世界で一番好きかもしれないツールなので、ちょっとしっかりと伝えていこうかなと。フライクでは、じゃあどういうふうに活用してるかっていうと、3つ。活用してます。2つはプロジェクトですね。お客様に関するプロジェクトで使ってます。もう1つが社内で使ってるんですけど、まずプロジェクトっていう観点でいくと、業務設計とかシステム設計っていう観点ですね。お客さんにいろんなものをヒアリングして、それをもとに理想的な業務を作りましょうとか、理想的なシステムを描いていきましょうっていうところのプロジェクトで使ってるんですけど、やっぱりどうしてもタスクって出ますよね。いつまでにこれをしないといけない。っていうのが出てくるので、それをしっかりとこのバックログの中で管理をしていく。と、もう一つが、これ意外とタスクじゃないんですけど、課題って出ませんか？お客さんと打ち合わせをしている中で、今は一旦いいけど、これ将来的に課題として挙げて残しておこうね。このシーンが来たらもう一回思い出そうね。みたいなところって、これどういうふうに管理してますか？今はその時出てきたメモみたいなものを残している。っていうところなんですけど、最終的に忘れちゃってて、最後の最後で、あれこれどうなったっけって言って、後から慌てるみたいなシーンが出てきますね。それを避けるために全部登録をして、課題を管理していく。そしてやっぱり優先度ってあると思うんですよね。今上がったみたいなのってやっぱり低いので、じゃあそれは低いって形で忘れないように、でも低いんだよ、後からすればいいんだよっていうのをしっかりと残していくっていうところでまず使ってます。これすることで誰にボールがあるのかとか、どういう課題が今残ってるのかとか、じゃあこれ誰がやるんだっけっていうところに対して君忘れてるよみたいなコミュニケーションみたいなこともできるので、タスクかける
課題管理×コミュニケーションツールみたいな使い方をしています。そして2つ目ですね。これも同じプロジェクトなんですけど、システム開発とか保守っていうところで、使っております。具体的にはもう開発が始まると、ものづくりが始まったりとか、保守が始まると、もうお客様から直接課題が上がってきたりとか、なんか不具合起きたよとかっていう時に、チケットを起表していただくっていう形で使ってます。で、その中でも、しっかりタスクを分けて管理をしていく。これは優先度高いから早くやんないといけないとか、あと添付ができるんですね。画像がコメントの中に、入れ子っていうか、画像添付、メールとかの下のこのファイルが添付されてるんじゃなくて、テキストボックスの中に画像が置けるので、下のこの現象、ここです。赤丸、ここが間違ってます。みたいなところでお客様とやり取りをして、スムーズにその課題とか、あとはその不具合、お客さんがやばいなって、早く対応しないとやばいなっていうところを解決していくっていうところができるようになってます。スムージーですか？スムージーですね。グリーンスムージーが飲みたい。はい。で、最後はやっぱり今、撮ってますね、YouTube。これね、皆さん、すごく大変なんですよ。動画撮って、編集して、いろいろね、YouTube セットしたりとか、レビューしたりとかして、で、これやっぱいろんな人が関わってるので、一人が漏れちゃうと、じゃあ動画のローンチこの日にしてたのに、それが全部遅れていったりとかしていくので、バックログの中で全体の進捗の管理をして、いつまでに誰が何をしないといけないっていうところとか、あとはそれ忘れてたらリマインドしてあげたりとかっていうところで、この制作っていうところに関して使ってるのがフライクの使い方になってます。で、具体的にこれが ebook 作ったりとか、ブログ作ったりとかするところはこういうふうにタスクを管理してますし、この見え方めちゃめちゃ良くないですか？ガントチャートで、誰がいつまでに、この日までに、これが終わったから次これ、みたいな見え方もできるので、これ一目で見て、次これだな、この人遅れてるな、助けてあげよう、みたいなコミュニケーションっていうのができる。っていうところで使ってます。はい。暑いね！春ですね。っていうのがフライクの使い方。質問タイム。はい。どうぞ。アサナじゃダメなんですか？アサナはね、どう違うんですか？見にくい。やっぱりバックログって、我らが福岡の企業が、ヌーラボさんっていう企業が作ってくれてるんですけど、やっぱりこの日本人に合ったこの直感的な見え方っていうところが私は一番好きですし、私、緑が好きなんですよ。バックログ緑じゃないですか。なんか優しく入ってくる。タスクって追われる悲しい気持ちになりますけど、なんか緑が来ると、ってなる。UI、UX っていうところでやっぱ日本人が使いやすいデザインになってるっていうところは私はすごく好きです。あとはエンジニアが作ってる。私エンジニア出身なのでやっぱりエンジニアのこの直感的な部分でなんかわかるなとか、この考え方素敵だなみたいなところはすごくあるかなって思います。アサナの場合ってマスターを登録できるんですけど、バックログできないと思うんですよね。なのでアサナ使いたいんですけど、フライクさんどうされてるんですか？我々は2個やってます。一つはもう CSV で取り込むっていう方法を使ってます。マスターを取り込む。と、もう一つは、こっちがメインなんですけど、Salesforce でプロジェクト管理をしているので、その Salesforce の方からプロジェクト作成ってポチって押したらもうバックログ側にプロジェクトが立って、必要なタスクがバーンってできてくる。とか、あとそのバックログの弱さみたいなところでいくと、やっぱり1個のプロジェクトは見るのはできるんですけど、複数のプロジェクトまたいでっていうのがやっぱ弱いので、そういう情報を Salesforce にまた戻してあげて、Salesforce のダッシュボードで見ていくっていう活用の仕方もしてます。ありがとうございます。はい。タスクがたくさん作られるんですね。はい、どうぞ。はい。なんかバックログとかもなんかプランがいろいろあるのかなと思ったんですけれども、なんかタスクが何個まで登録できるとか、この A 案件専用のバックログのプロジェクトみたいな感じでそのプロジェクトって言っていいのかわかんないですけど、それのなんか上限とかプランによって違ったりするんですか？これ違います。で、まずバックログ素敵なのが、ユーザー数で課金ではない。普通のシステムって1ユーザーいくらなんですけど、組織でいくらっていう形になってるので、すごくお安く今なら手に入ります。で、もちろん無料プランもあったりとか、あとスターターっていう個人事業主プランとか、いろんなプランがあるんですけど、やっぱり安ければ安いほどプロジェクト数が決まってます。例えば法人の一番安いプラン、スタンダードだと100プロジェクトで決まってるので、プロジェクト数がすごい多い企業さんだと100超えたら消さないといけないってなっちゃうので、我々は真ん中のプレミアムプラン、これ月 29,700 円ですね。無制限のユーザー、無制限の、あとはプロジェクト、あとガントチャートが使えたりとか、看板が使えたりとかっていうところで、あとは属性を新しく追加できたりとかっていうところで使ってます。はい。
はい。ユーザーって我々の会社以外のなんかお客さんとか入れたりできますか？何億人でも招待。何億人でも。そっか、日本人全部いけるな。確日本かに。人プロジェクトを作りますか。ユーザー管理大変そう。具体的にフライクさんではどういうふうな使い方してるんですか？その外部とのやり取り。フライクではプロジェクト始まった時に外部のユーザーの皆さんを招待させていただいて、一つのプロジェクトでやり取りをしてます。例えば、打ち合わせが終わったら必ず議事録をまとめてるので、議事録はバックログで共有して、そこにお客さんが入ってくれて、ここ間違ってるよとか、これ合ってるよとかっていうコミュニケーションができたりとか、資料の共有とかもボックスに格納した URL をバックログの方に貼ったりとか、あとプロジェクトの進め方、全体の内容みたいなところは Wiki っていう機能があるので、そこの中にこのプロジェクトこういう概要でこういう目的でやってるんですよっていうところをみんなブレないようにして、迷ったらみんなそこを見に行こうねっていう形で、外部の方も一緒に招待して使ってます。じゃあ、ウィキを見ると、みんなでウィキウキするんですね。ウキウキしますね。多いな今日。はい、ということで今日はミロとバックログの2つについて説明してきましたけど、どうでしたか？先生が楽しかったです。ありがとはい。やっぱいろんな IT ツール、アナログじゃなくてデジタルで管理するっていうところとか、やっぱデジタル化するとみんなでそれ一緒に編集とか共有とかできるよねっていうところで IT ツールのありがたみみたいなところを改めて感じれたかなと思いました。はい、ありがとうございます。バックログはタスク管理ですし、ミロはコラボレーション、ホワイトボードっていうところで、これどの企業さんもタスクがない仕事ってないと思うので、漏れちゃったら終わると思いますし、なんかコラボレーションみたいななくてもいいかもしれないですけど、あることによってみんなが想像しやすくなったりとかっていうところで、業務を効率化させたりとか、やっぱりこのチームビルディングみたいなところですごく使えるツールかなっていうふうに思ってるので、今日聞いていただいてもし興味あるなって思った皆さん、ホワイトペーパー、ダウンロードできるので、ダウンロードしてしっかり確認をいただいて、それでもなんかわかんないな、もっと興味あるな、ちょっとセールスソースと連携したいなとか、いろんなご意見とか、ご要望あれば、ぜひフライクの方にお問い合わせをいただけると幸いでございます。今日の授業はここまでです。皆さんここまでお聞きいただきありがとうございました。最後に浅沼さんが締めてくれるらしいので、よろしくお願いします。That's アナログウェルカムデジタル化。バイバイ。